今日は僕も英語学習でやってるすごい勉強法を紹介したいと思います。これただ楽しすぎて勉強してるっていう感覚がないんですね。でも気づいたら上達してるっていう、嘘みたいな勉強法なんですけど、なんで話せないかって考えたことありますか？これが日本語に触れてる量がみんな足りてないんですね。だからこの量を効率よく増やす方法っていうのが必要で、今から紹介するのがその方法なんですけど、これが漫画の多読です。これを知ってるかどうかで多分みんなの日本語力っていうのはすごく変わってきます。1年後、2年後、振り返ってみた時にきっと変わってると思うので、今日はこの話をしていきます。で、多読って何かっていうと、辞書を使わずに日本語の本とか漫画をたくさん読む方法です。で、完璧に理解しなくてもいいんですけど、7割、8割とか分かれば十分です。で、分からない単語が出てきても、基本的に止まらないこと。で、これみんながやりがちなことなんですけど、一文ずつ辞書を引いて訳すっていう人が多いんですけど、これだと全然ページが読めないわけですね。僕もこれやってたんですけど、本当に進まないので、一文ずつ訳すっていうのはなるべくやめた方がいいです。一番大事なルールっていうのが、楽しむことと義務感で読まないこと。だからもう本当に楽しんで読んでください。辞書を引いた瞬間に、読書っていうのが勉強に変わっちゃうんですね。そう、流れが止まるから、だから辞書っていうのはなるべく使わないでください。つまり、勉強として読むっていうのをやめて、楽しいから読むっていうのに切り替えましょう。それだけで日本語に触れる量っていうのがすごく増えます。これ他にもすごいことがあって、単語の覚える効率っていうのが変わるんですよ。僕も英語の勉強をしてる時に単語帳を何週もやってた時期があったんですけど、テストでは書けるわけですよ。でも、会話になった瞬間、頭から消えます。覚えたはずなのにっていう感覚、多分皆さんもあると思うんですけど、なんでそうなるかって言ったら、人間の頭っていうのは、ただの単語帳とか、そういうイメージがしにくいものっていうのはすぐ忘れちゃうんですね。でも物語とか感情と一緒に入ってきた文章とか情報っていうのは長く残ります。だから脳の仕組みとして文脈がある情報の方が定着しやすいんですね。ずっと読んでると、同じ言葉とか同じ文の型っていうのが繰り返し出てきます。そうやって何回も出会ってるうちに気づいたら頭に入ってるわけですよ。しかもどんな場面で使うかっていうのが一緒に入ってくるわけですよね。言葉の組み合わせっていうのも自然に身につくんですけど、例えば走るだけじゃなくて、走り続けるとか走り出すとか走り去るっていう言葉もあるわけじゃないですか。そういうのが文脈の中で自然に入ってくるようになります。だから、単語帳っていうのは知ってる言葉を増やすものですけど、この一気に増やす期間っていうのは、すごく大事だし、みんなも単語帳は勉強するべきなんですけど、多読っていうのは使える言葉を増やすのと新しい単語を覚えるっていう2つのことができるわけですね。で、僕自身も今英語で多読をやってるんですけど、やっぱり同じ型とか同じ文章みたいなのが繰り返し出てくるので、それを何回も見てるうちに気づいたらリスニングが良くなってたんですよ。これ意味わかんなくないですか？読んでるだけなのに。あとは長い文章が出てきた時とかもなんか抵抗がなくなったというか、前は長い文が出てきた時に、うわ、最悪って読めないって思ってたんですけど、今はそれは特になくて、全部はまだわからないんですけど、そこまで難しくなければ、何が言いたいかっていうのは、だいたい推測できるようになりました。で、これ本当にまた意味わかんないんですけど、スピーキングも上達してる感覚があって、読んでいくとそれを話す時に
自然と使えるようになってくるわけですね。あ、これ漫画で見た表現だ。あ、なんか口から出てきてるみたいな感じ。自然に使えるようになってるわけですよ。これは何度も同じ表現に合うから、その型っていうのが記憶になって、もう体が覚えてるわけですよね。だから意識せずとも聞き取れるようになるし、話せるようにもなる。これができてくると本当に最強だと思います。で、やっぱりこのリスニングとか、スピーキングが良くなったのは僕だけなのかなと思って、気のせいかなと思って調べてみたんですけど、やっぱり結構いろんなそういう報告がたくさんあったんで、なんでみんなも多読をやっていくと、こういう現象が起きてきます。だから多読っていうのは、ただ読む練習だけじゃなくて、読んでる間に会話で使える型っていうのが無意識に積み重なっていってるわけですよ。これすごいですよね。あとすごいのが、みんな会話の中で知らない単語が出てきた時にパニックになることないですか？そっから先の会話って全部飛んじゃったりとか、もうその単語のせいで、もう会話全体がわからなくなっちゃうとか、あの感覚っていうのが多読をしていくことで変わっていきます。多読のルールとして、わからない単語が出てきても止まらないっていうルールがあるって言いましたよね。前後の会話の流れから多分こういう意味だろうとか、そういう推測をして読み進めるっていうのが大事なので、これを繰り返してるうちに知らない言葉に対する怖さっていうのが薄れていくわけですね。この感覚っていうのが会話にそのまま移っていきます。だから知らない単語が出てきても、多分こういうことだろうとか考えてそれを受け取れるようになるから、パニックにならずに会話を続けることができるんですね。要するにだから推測力がつくわけです。会話の中では正直わからない言葉っていうのはゼロにはできないし、ゼロにする必要もないんですね。なんとかなるっていう力を鍛えればいいし、なんとかなると思える力。大体その会話なんてなんとかなるので、わからない時はもう仕方ないし、ただこれをね、多読を練習していくことで推測力がつくので、だいたい自分がこうだろうなとか思ったことっていうのが、どん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 正解に近づいていくわけですよ。多読のやり方なんですけど、正直多読っていうのは最初が一番しんどいです。読むスピードも遅いし、知らない言葉も多いわけですよ。ここで間違った本とかを選んじゃうと、みんなすぐにやめちゃうと思います。だからこの最初の本選びっていうのがすごい大事なんですけど、で、僕は英語の多読を始めた時に、一番最初に読んだのが鬼滅の刃だったんですね。鬼滅の刃は僕、日本語で何回も読んだことがあるんですね。で、皆さんもだから内容を知ってる作品っていうのが一番最初に読むとしたらいいと思います。これなんで内容を知ってる作品がいいかっていうと、ストーリーを追う必要がないわけじゃないですか。みんな読んだことがあるものだから。だから言葉に集中できるわけですね。知らない単語が出てきた時に、あのシーンの話だってわかるから、流れで読み続けられるわけです。だからもうみんなが好きなね、ナルトでもいいし、ワンピースでもいいし、何でもいいんですけど、本当に自分が見たことあるやつ。別に完璧に覚えてる必要もないです。話の流れとかそういうのが分かれば、ストーリーを追う抵抗が少なくなるので、すごくおすすめです。で、読めたっていう感覚が大事なんですね。この感覚っていうのが、次も読んでみようとかいう気持ちになって、これがないと続かないんですよ。だから最初はこの感覚が得れるような内容を知ってる漫画とか、そういう本にしてみてください。難しい、まだ読んだことないような本を日本語で挑戦したりすると、多読って難しいな、やめようってなっちゃうから、で、僕もそうやって鬼滅の刃とかいろんな作品、自分が見たことあるような作品をたくさん読んで、今は一回も読んだことないナルトを読んでるんですけど、多読にも慣れてるし、もうナルトをね、読めるんですけど、
もちろんこれは僕が英語を勉強し始めた時に、たくさん文法の知識とか単語の勉強とかをしっかりとやってきたから、ある程度基礎の力がついてるから、こうやって、スラスラ楽しめるようになったんですけど、もちろん多読もね、こうやって楽しく読めるようになるまでにも、ある程度の期間が必要だと思います。だから最初の目標としては、漫画を1、2冊読み切るところから始めてみてください。この量を読み終えると、読むスピードが上がってきたなとか、流れが理解できてきたっていう感覚を実感しやすいと思います。この感覚っていうのが次につながるので、僕も実際1、2冊読んで、楽しさっていうのが分かってきました。つまらないなとか、ちょっと僕には難しすぎるって思った時は、もうすぐに他の本に変えてください。合わない本っていうのを我慢して読むっていうのが一番良くないので、もう読む必要は全くないので、すぐに変えてください。漫画を読んでると、多分時々、なんでこのキャラクターこういう言い方するんだろうって思う瞬間があると思うんですよ。これは、すごい大事な感覚で、こういう日本人の感覚っていうのも、漫画を読むことで一緒に学ぶことができます。登場人物のセリフとか行動の中に、日本人の考えも含まれてるわけですよ。だからなんでこんなこと言うんだろうっていう疑問が出てくる瞬間っていうのが文化を感じ始めてる証拠になるんですね。で、言語を学ぶっていうことはその国の人の考え方を学ぶっていうことじゃないですか。だから切り離せないわけですよ。だから多読で読む量っていうのが増えると自然と日本人がどう考えるのかっていうのが体に入ってくるわけですよ。日本人っていうのは理解するのがすごく難しいと思うので、だから壁にぶつかることっていうのは絶対にあるし、僕も英語を勉強してて、実際に英語を話す人と話した時に、これは言語以前の問題だなっていう文化の問題でわからないことっていうのはたくさんありました。だからまずは一冊選んで、自分の内容が知ってるやつとか自分が好きなやつを読んでいって、また一冊また一冊って読んでいくと、半年後一年後、みんなの日本語力っていうのは絶対に変わってるので、ぜひ試してみてください。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあまた次のエピソードで会いましょう。バイバイ。